はい、始まりました。今回は、慎重な面持ちで始まっていくんですが、謝罪動画になります。何ですか、指輪物語ディスったんですか？ディスってないディスってないっすそういう謝罪動画そういう謝罪動画じゃないです。ありましたよね。あれなんかありましたよね僕はよく知らないんですけど僕なりにちょっと以前ツイートで砂の造物師ハゼゾンっていうカードをこんなんいけんやろってツイートしました。はい、でみんないけるいけるって言って、はい、別に怒られたわけじゃないんですけど、はい、まあどう考えても無理だなと思ったことをツイートしたら、はい、まあ、2,3 万インプレッションがいったんですよツイッターで。はいはいはい、でなんとつい最近ティア表を見てたら、はい、こいつがなんか食い込んできてるとえっと思ってびっくりしまして2人で実はルーリクサーぐらいやるやつだということでまあ、ある程度いけるやつだっていうことで謝罪のコメントを出させていただこうかなと思いまして、はい、今日はこいつをやらせていただきますなるほどはい、はい、一応なんかガチな144人参加された大会で9位に入ったという実績があるデッキを解読しました、はい、今回は2人で、はい、大変です。で一応まず能力の説明からさせていただきたいんですけども、はい、こいつはナヤカラー、3マナ、33です、砂漠渡りを持ってます。それ意味あるんですかねこれは何の意味もないでしょうこれいわゆるファイバーですよね。指輪所持者みたいなもんです。プロテクション指輪所持者みたいな指輪所持者みたいなもんですね、はい、であなたはあなたの墓地から砂漠土地をプレイしてもいい。で砂漠土地が1つあなたのコントロール下で戦場に出るたび赤緑白の11の砂漠の民戦士クリーチャートークンを2体生成します。その砂漠の民戦士クリーチャートークンっていうのはこいつでしか生成されないですよね、おそらく。もう3色ですからね、この色3色のトークン出てくるんですねはい、っていうのが以上の能力なんですけど、はい、まあ、最初見た時、いやどう考えてもそれ砂漠出してどうすんだっていう思いましたよねいやいや、そこまでは思ってない思いました、そこまでは思ってない要は砂漠出して一応クリーチャー2体出てくるから、持ち出すに対しては一応バリュー高いんで、なるほどなるほど、とはいえ砂漠だしなってなってたっていうこんなのいけねえだろうと思って僕は思ってたんですが、まず、砂漠は16枚でしたっけ入ってるんですけども、まず土地の枚数から発表させていただきます、はい、このデッキなんと土地の枚数38枚というなかなか驚異の土地の枚数入ってますよ枚数入ってまして、はい、でまあ当然そう土地が多いので、いわゆるトーサンっていうカードがあるんですけど、1マナのエンチャントで、追加で土地を1枚置けると、いわゆるモックスダイヤモンドと同じ能力を持ってると言われてるいやモックスダイヤモンドも入ってるからねこれ確かにトーサが入ってまして、で、恵みっていうカードがあるんですけども、1マナのエンチャントで、恵みは対戦相手が土地を出したら自分も土地を出していいっていう能力なんですけど、それも入ってるという、もうどんだけ土地出すんだというデッキになってるんですが、墓地からこいつ土地出せますんで、墓地に土地を置けばいいんじゃないかということになります。まず、で墓地に土地を置く手段っていうのは土地を作るか、手札を捨てて土地に送るか、ということになってくるんですけども、まず土地を作る手段、土地の作り台というものがありましてそんなもんあるんだというまあそれはねそれはあるんですけど、使うことがないんですよ、まあ、有名なところで言いますと、森を守るものですだよね。森を守るものはこれはまあ普通に、緑絡みのコンボデッキだったら、コンボパーツのクリーチャーを守るために入ってるよね結構。1マナのクリーチャーで、土地を探ると起伏あるんですよね、クリーチャー1体で。まあ、もう1個入ってるのがあったんですけども、さらなる速さというカードなんですけど、
これ初めて見ました僕びっくりしました、これ解読するの大変でしたよねなんでこれ使うんだと。1マナのエンチャントで土地を探ると速攻を得るというクリーチャーが、これ速攻を得てどうするんだろうなっていう話を2人でしてまして、これもしかして土地探るためだけに入ってるんじゃないですかいや見たとこそうだよね。見たとこそうですね。はい。速攻を目指して意味があるクリーチャー入ってないんだから。いわゆる土地の探り台になりますもう一個土地を探るカードがありまして、土地を探ると言いますか、レッドキャップの乱闘っていうカードがこれなんで入ってんだろうって話になったんですけども、はい、1マナのインスタントで、クリーチャーに4点火力なんですけど、赤じゃないクリーチャーを対象にしたら、なるほどなるほど、はいはい、そっかそっかそっか、土地を1枚探らなきゃいけないですよね、はい、だから赤じゃないクリーチャー行った時に、土地探りゃいいじゃんとなぜか土地を探るという行為がメリットですっていうよくわからないことを言ってるんですよねこれそうなんですよね、だってそうじゃないけど稲妻とか入れた方が全然いいだろうみたいな、ね、なっちゃうじゃないですかレッドキャップわざわざ入れる意味ないですからね。そう僕ライオンもいいんじゃないかなと思ったんですけど、ライオンはなぜか入ってなくて、だから山を探るって3点よりも、1マナで土地を探る方がって4点のがいいってことなんですよね。そうなんですよね。で、あと墓地に土地を送る手段で言いますと、いわゆる赤ルーティンであったり、そのルーティンしていくカードなんですけど、例えばマグマの洞察力、1マナのソーサリーで土地を捨てて2枚ドローっていう、赤ルーティンが結構有効になってきまして、信仰なき物漁りであったり、あと光角の海賊っていうカードが入ってたんですけど、3マナの24のクリーチャーで、コンバットするときに2マナ払って1枚捨てると1点ダメージ。これもよくコンボ系で、マルコムのコンボとかでありますけど、で、ちなみにこれ用になぜか入ってんですよこれ。気づきました？気づかなかったです。鋭い感覚？これ鋭い感覚このために入ってるんですか？そうでしょうね。なるほど。鋭い感覚っていう好奇心ですよね、いわゆる。好奇心がなぜか1枚入ってるのはこのためなるほどなるほど。いわゆる好奇心と光角に貼り付けると、無限ドローの無限ダメージですよね。デッキ分ダメージ与えられるってことですよね。一応入ってるとは気づかなかったですねで、あとドロー系でいうと地盤改変っていうカードがかなり相性が甘妙が良くなってまして、2マナのエンチャントで、土地をサイクリングすることができるようになるという、2マナでサイクリングできるんですけど、それがかなり噛み合いが良くて土地を送ることができて、さらにドローもできるということで、その墓地に送った砂漠をプレイするだけだからもう丸得だと。そうですね、かなりいいですよね。トークンを出していくんですよね、墓地から土地をプレイするんですよ。砂漠をプレイすれば砂漠を、トークンが2体出ますんで、でそこでトークンをどんどん出していくことによって、例えば4マナのパワフォルス、バニークリーチャーが出ると2点飛ばすっていう、これおそらくダメージで勝つデッキになってますんで、そのパワフォルスが兼ねがいいということで、なぜかあと隕石の攻撃品が入ってまして、これなんで入ってんだろうって話にまたなったんですが、どうやら土地をぴょんぴょんするという土地を置いたら土地を戻して、普通は置けないんですが、遠さとかでこう、遠さとかで出て、あと土地を戻す行為に意味があるという土地を再セットすることに意味があるんでね。なるほどなるほど。ということで、その関連でトークンがどんどん出てきますんで、トークンを出しながらオーラの破片というカードがあるんですが、これは、バニークリーチャーが出るとディッチャーできるっていうエンチャントなんですけど、要はトークンが出てってどんどん相手のディッチャーできるということで、これディッチャーのために入ってるのかなと思ったんですが、よくティームさんお気づきで実はそのマナー基盤をぐちゃぐちゃにしていくということになったみたいで、いわゆるマナー基盤を縛るカードが結構入ってまして、アウフであったりヌーロットであったり、あとメルトダウンっていうカードがあるんですけど、1マナ X で X コスト以下のアーティファクトを破壊する。でマナ基盤をとにかくそのオーラ破片だったりで縛っていって、あともう1枚特殊なカードが入ってまして、支部の収穫というカードでして、
シムの収穫は2マナのエンチャントで、2マナサクリファイスクリーチャーでノンベーシックランドを破壊できると。はい、はい、まあ、大体ノンベーシックランドしか入ってないですから。そうです、ガチタクは特に、はい、基本土地各1枚とかちょっとそうですよね、濃いところは2枚とかそういうレベルなんで、そうですよね、寿司握れますからね、割れますととにかくその土地基盤を縛っていってるっていうことでヘイト系のことにも関係してくると、うん、でまあ悩んでヘイト系がまあやってくるじゃないですか、うん、なんで法の定めが一応入ってる、うん、ということになりますかね。はい、はい、で法の定めだけなぜか入ってまして、うん、あとはフィニッシュの話になってくるんですけど、はい、フィニッシュ2種類ありまして、うん、一つはまずクリーチャーのトークンで押し切る戦術っていうのがあって、まずエリシノーンと出してドーンっていうことであったりあと皇帝のビヒモスですね、皇帝のビヒモス出せばこっちトークンいっぱい並んでるはずなんで一撃で決まるはずだと、それでもちろんナチュラルオーダーを決めるという話もあります。であとそれプラス、さっき法の定めという話今したんですけど、法の定めの出てる状態でいわゆる潜在能力、吹き荒れる潜在能力よく出てくると思うんですけど、でロックすることによってこっちはトークンで殴って勝てますよという。そうですね、普通は、はい、自分も何もできなくなるんですがなぜかこいつの場合は土地をプレイしてるとトークンが増えるというよくわからない挙動をするの でそうですよね、うん、だからもう特に作例台なんかあればずっと自分は土地プレイしてるだけで勝てますから。そうですね、はい、まあ、その2種類がこいつの勝ち筋ということになります。はい、あとはまあ面白カードを紹介しますか一応なんでこんなん入ってんやろっていうカードを2枚くらい紹介しておきたいんですけども、はい、まずまあ僕の大好きな、はい、この大変動というカードから大好きなとか言うんですけど打たれたことないんだよでも好きです打ったことないですけどあんま白やってないんで大変動大好きなんですよでこの大変動っていうカードは4マナのソーサリーで全てのプレイヤーはそれぞれ自分がコントロールしてパーマネントの中からアーティファクト1個、クリーチャー1個、エンチャント1個、土地1個を選んで残り全部生贄、はい、ということになります、はい、なんでこいつはもちろん当然ハデゾンと土地と、あとまあエンチャントアーティファクト適当に残して、であと全部生贄ですと、で、こっち帰ってきて、トークン出てくるんでなぜか知らないが自分は適当に砂漠を墓地からプレイすればいいとそう、しかもトークン出てくるし、しかもこっちはマナ基盤自分伸びるしそう結果的に勝てるでしょうというおそらく勝てるでしょうという仕様ですねちょっと守りが弱いですけどね、これなんかピン10強当てまあやばいんで、まあ、そういう時のために森を守るものが生きてくるわけなるほど森を守るものぐらいしか守れるカード入ってなかったですけど大丈夫ですかねこれちょっと怖いですよねでも面白いカード枠ということで、あともう1枚だけ紹介させていただきたいんですけども、平等化というこれ初めて見ましたというカードになってまして、これは4マナのソーサリーでして、各プレイヤーが自分がコントロールするパーマネントの数が最も少ないプレイヤーと同じ数だけ選びます、パーマネントの数を。でその後残りを生贄に捧げます、はい、で同じ方法で各プレイヤーはカードを捨てると、で一番少ないパーマネントの数になって、みんな、一番少ない手札の人の数になる、そんなん大丈夫なのかと、普通に考えたらこいつ一番パーマネント出してるはずなんだけどって思ったんだけどそれ僕は気づきまして、手札捨てさせるんですよつってこいつはこのカードは相手のカードを手札を剥げさせるっていう操作になります、そうですね、はい、でしかも自分のところは別にどうでもいいトークンをさくり、なんなら砂漠をさくりするだけでいいと、砂漠プレイできるから関係ねえと。ほぼ自分は手札少ないんですかね、このデッキドロスが結構少ない構成になってまして、突撃ぐらいしか入ってないんで、ドロスが少ないから自分はええやろということで、この平等化というカードが入ってるんじゃないかということになってます、まあそんなとこですかね、こいつの紹介は。はい、ガチタクでどうやらやれるようですという一応ガチガチの構成ではないですが、
ガチタクで一応戦えますよね、戦えますよね。だから普通にまずそもそも初動マナキバン攻撃してくじくんだと思うよ。なるほどなるほど、はい、あとは放送サードいくか、そうとにかくマナキバンをくじいて、やっていけば、まあそもそも絶対ヘイト低いから、そうもう本当にこいつ出した時点で超舐められますよまず舐められますからね僕だってまず舐めてかかってましたからね今ちょっと実証実験してほしいんだけどいや舐められるでしょうね。でもそこまで含めてほら謝罪動画、確かにね、謝罪動画。でも俺が持ってるカードほとんどなかったんだよな高いカード持ってないんですよ。いやまあもうクスダイヤとかぐらいでしょ。でもいやエリシュノも持ってないし。エリシュノ今安いのよ。安いんですか。めっちゃ安い。ワンコインレベル。あれ皇帝のビヒも再録されましたけど、持ってなくて、あとは持ってるか。じゃあやれってかまあ要検討ということで今回はごめんなさいという動画になります。はい。こんな一見するとディオさんがおっしゃるにはですけど。はいなるほど。はい。いけんやろっていうようなやつでもよく考えられたデッキはいけますので、はい、そうですよね。可能性を感じると。はい、確かにそういう意味では、いい当事者の紹介だったんじゃないかなということで、今回の動画は以上になります。はい、おしまい。